まあキャスティングはね、正確に投げれた方が絶対いいことはいいんですけどね、もちろんメリットするとやっぱ長く切れるっていうのと、あとまあ本当はこう石の際だったりそういう木の際に投げるときに静かに落としたいことを落としたいんですよね。さらに正確にきれいに静かにっていうのが、まあ、一番いい落とし方だと思いますけどね。ダブルクロス P はですね、まあ、当初から僕使ってるんですけども、今回のニューモデルも含めてですけど非常にこう指触りがですねいいんですね。まあスピニングを中心に使ってるんですけども、まあ、スピニングのキャスティングで重要なのはフェザーリングなんですけども、そのフェザーリングする時にやっぱり人差し指が、ラインにね当たるんですけども、その感触っていうのは結構重要で、あんまりこうつるっとしてるよりかまあ若干ざらついてて、しかもこう腰があった方がいいので、その点この新しいダブルクロス P はですね非常に使いやすいんですよね。コントロールしやすくて、まあ、自分の思った通りなところにこうルアーが落としてコントロールできるかなっていう感じがしますね。ダブルクロス P はですね今2色あるんですよね。オレンジと、あと今使ってるこのグリーンですね。この今早朝のちょっと曇っている、しかもあんまりこう、日が差してないような時間帯ですね。まあ日中でもこの川だったらあんまり、日が出てこないんですよね。そういったところではね、こういうグリーン系の色の方が見やすいですね。さらにこの水の色がね、割とクリアなんですけども、まあ下の岩盤とか岩の色によっても違うと思うんですけども、こういうグリーン系がこの時間帯この水の色に合うかなって感じですね。でオレンジなんかは逆にちょっと僕は日中の霧、日陰とまあ日向のコントラストがはっきりしているようなところではオレンジを使って、逆に光量が乏しくなってくるとこういうグリーンに変えるかなっていう感じですね。今日風が上流から吹いてるから少し気を使って投げてますね。まあ、ここにこういうポイントに落とすっていう目的はあるんですけど、その後にまあロッドをどういうふうに操作するかっていうところが結構重要になってくるので、まあ無風だったらそんなに気にしないですけども、まあ風が吹いてたらやっぱりこうロッドをこっちに左にやった方がいいのか右にやった方がいいのか、いろいろこう立てた方がいいのか寝かした方がいいのかっていろいろそれ考えながらやってはいるんですけどね。多分皆さん自然にやってるとは思うんだけどね、長く弾きたいっていうのがまずあるんですよね。真ん中に投げるよりか端っこに投げた方が長く弾けるので、ヒットする確率が高くなるっていうね。いい色ですね。もうお腹に食ってるじゃないですか。お腹の服に食って感じだから、こう下からこうミノをこう食い上げてるんですよね。こういう時はいい感じの活性とすると悪くないっていう。突っ込んできましたね。
えらい目にあった今日はね。じゃあちゃんと自分のとこ帰ってたね。同じとこ帰ってました。ああいうやつは素晴らしい。長生きするかもしれない。いやー、こういうアマメ釣りはいいな。こういう、日向で日陰があるじゃないですか。こういうところはオレンジ色のラインはやっぱりいいんだよね。見やすくてね。ちょうど水の色に対しても今オレンジが合ってる感じですよね。キャスティングでこう秋らしい性能っていうと、なんかこうボサの下を打ったり、ピンスポットをもうほんと狭いところをなんか狙って打ち抜くみたいなイメージがねあるんですけど、こういったこう広いところでオープンウォーターでもうどこに落とすかって結構重要なので、そういった意味ではずっと正確なキャスティングがね必要なんですよね。さらにこうラインの処理とかを考えなきゃいけないんで、逆にこういうところでこう効率よく釣るのは本当に難しいかな。キャスティングのスピニングで一番難しいところってそのフェザーリングなので、そこがちゃんとできればいろんなことができるということですね。あんまりこうフェザーリングやってる人って意外と少ないので、やるようにするとこうキャスティングの幅もだいぶ増えるんじゃないかなと思いますけどね。届かないんですよね。あ、ピッて。それほぼ嘘です。それはね、こう浅いんですよ。だいたいこうなってるんですよね。持ち方がまずこうリールにこうやって必ず足に深くまでやらないと届かないので、あとは練習しかないですね。練習と経験しかないかなと思いますね。でフェザーリングってこうなんだろう、例えば、角にさこうやって投げてこういうのがフェザーリングと思っているかもしれないけど、フェザーリングってこう何度もこう途中で触ったりするんですよね。でまず最低限こうルアーがこっちに向かないといけないから、着水の時にねこうしなきゃいけないから、止めるのは最後は止めるんですけども、スムーズな加速とスムーズな減速を、しなきゃいけないので、そうしないとこう途中でこうラインがフックを拾ったりするから、常にこうルアーが先行して飛ぶような形にしなきゃいけないので、スムーズな加速とスムーズな減速、特にフェザーリングだとスムーズな減速が必要なので、そのためにこうスピードを緩めて最後ゼロにするんだけど、そのゼロにする間をできるだけ短くできれば一番いいんですよね。トップスピードが長くなって最後本当の数十センチでこうやってギュッて減速した方が一番いいんですけども、その方が飛ぶじゃないですか。近いところだったらそれでもそんなにルアースピードっていらないんだけど、遠くになるほどルアースピードが必要になるんで、そうするとその中で、静かに着水させようとするとフェザーリングが絶対不可欠ということになりますね。変わり具合でその減速度合いはなんかよるんですか？そうですね。だからこう最後はこう触って押さえるっていうことなんですよね。ルアーが着水の時はね。でも途中はこう開いてんだよね。こうスプール閉じてなくてラインは触ってる感じ。そうやって減速させるのがフェザーリングの目的ですね。最初はこんな近い距離でこうやって押さえてこのぐらいでいいと思うんですけどね。でもこうどんどん長くなっていくとやっぱりこうビーって取ってこれだとやっぱりドボンっていっちゃうので、フェザーリングもちろんそれだけじゃないんですけどね、ロッドワープとかあるんですけども、こうやって減速させて最後はこう足りなかったらロッドでこう送り込んだりとかっていうのもしなきゃいけないので、スピニングの中で一番難しいのはフェザーリングです。これをマスターするとだいぶ
自由にいろんなことができるかなっていう感じですね。スプールを触って止めるっていう癖をつけるのがまず最初かな。最初できない人はね。こう投げるときはこうやってね引っ掛けるじゃないですか。引っ掛けてこうやって最後止めるっていう癖をつけないといけないですね。流進が向こう側に寄ってて、で岩があるんで、あの際をこう攻めなきゃいけないですね。流進際の際の石の近くに落として、なるべく長く引いてあげるっていうのが基本ですね。アクションはつけるんですけども、フェザーリングをうまく使って静かに落として誘ってあげるっていう感じですね。今度下流側に行くとこう割と流れが緩いので、静かにより落としてあげなきゃいけないから、気を使いますよね。これもフェザーリング使いながら落としてあげるっていう感じですね。でそれが一通り、済んだらさらにこうポイントを変えて上流にですね。それほど長い距離じゃないのでルアースピードはゆっくりでいいので、流進がやっぱり向こう側に寄ってるので、大きな岩が2つあって少し深くなってると思うんですよね。えぐれてる感じですよね。その中に魚がいると思うので、流進の向こう側の、岩の際に落として魚を引き出していく感じですね。ちょっとやってみましょう。で際に落とすことによって長く引けて、魚によりアピールすることができますよね。で長くことによってヒットチャンスが、多く生まれる。ここでフェザーリングがねものを言ってくるんで、ルアースピードはそれほど必要ないと思うんで、とにかく正確に落としてあげる感じですね。できればね岩にぶつけないようにして落としてあげるのが一番いいかなっていう感じですけども、あとは今度やや上流に目を向けて、流れ込んでるエリアですね。エリアも引いてあげるということですね。ルアー結構流れが速いので流れ落ちてしまわないように、直線的なキャスティングで無駄のない弾道がいいかなという感じですね。この場合もやっぱり岩の際に落としてあげないといけないですね。こういうね木の木陰シェードになっているところってのは渓流ではよくあるんですけども、手前側がこう明るくて奥が、暗いじゃないですか。やっぱりこう慣れないと非常に見にくいんですけども、ルアーも飛んでいく時も意外と見にくいので、ちゃんと目で追っていかなきゃいけないんですけども、ダブルクロスの、今オレンジを使ってるんですけども、この色だと非常に見やすいですよね。飛んでいく時もルアーが見失ってしまう時でもオレンジが、残ってるので、飛んでいく軌跡は本当に見やすいかなっていう感じですね。なんでこういう、
明るさの変わるところでは非常に使いやすい色だなっていう感じしますね。ああいう僕なんかもそうですね。ルアーは途中で消えちゃうんだけども、ラインは本当に見えるんでね、手前の明るいところから、来た。来ましたね。暗いところに抜けるところでもルアーを見失わない感じがしますね。P の良さってやっぱりあると思うんですよ。もちろんナイロンにはナイロンの良さがあったりすると思うんですけどもね。いや、なんつっても P の良さっていうのは伸びないので、感度もいいですし、僕なんかキャスティングするときに伸びないので、結構距離感がぴったり合うんですよね。ナイロンってどうしてもこうやって投げたときにフェザーリングして止めると、ちょっと伸びたりするんですよね。それがないっていうのが P の一番いいとこかなと思いますね。あとはルアーのアクションをこうやって加えるときに、レスポンスが非常にいいので、伸びない分レスポンスがいいので、アクションしやすい、ダイレクトにアクションを加えやすいっていうところが一番かなと思いますね。対岸に石と足があるので、そこがポイントになると思うんですけどね。足際引っかかる可能性もあるんですけども、それはしょうがないので、引っかかったら取りに行けばいいんですけどね。なるべく引っかからないようにできるだけギリギリに落としてあげるっていうのが大切ですね。結構ね、リーダーが細いのを使う人もいるんですけども、それによるメリットも当然あるんですけども、8ポンドにすることのメリットの方が大きいんじゃないかなっていう気がするんですよね。でも本当にこういうところはブッシュの周りにやるときには本当に8ポンドだと心強いよね。こんな引っかかってもね、負けることはないし、そういった意味じゃ8ポンドは本当にもう P の068ポンドっていうシステムがスタンダードなような気もするんだよね。もちろんルアーが軽くなったりするときに6ポンド使うこともあるんですけどね、スピナー使ったりするときにね。でも8ポンドだと岩のこういったね、擦れた時の安心感っていうのも当然あるんで、ほぼほぼね、渓流釣りって糸が擦れてることが多いので、ちょっとした擦れはあまり気にしないで攻めたいなっていう。フロロも使う時もあるんですけども、ほぼほぼナイロンですね。でちょっと柔らかいんですよね、ナイロンの方が。なのでルアーの動きが割と自然な感じがするような気がするんですよね。特にミノなんかそれで好きなナイロンを使ってますね。なのででも多分データ的にはね、フロロの方が強いのかなっていう気もするんですけども、それ以上にやっぱりしなやかさっていうのはナイロンの方が勝ってるような気がするから、それでナイロンをね使ってるんですけどね。シェードになっているところは、魚もつくところなので、誰でもキャストするところだと思うんですけども、ダブルクロス P のね、いいところ、このマーキング、色が変わるんですよね。これが非常に見やすくて、単色よりか多分
見失うことが少ないんじゃないかなと思うんですよね。そんなにこうパッと見大きくない色の差に見えるんだけども、実は、こうフィールドに出ると非常に見やすい。気にしてないと当たり前のような感じになりがちなんですけども、気にして出すとすごい見やすい。これ多分みんなルアー見てるからラインってあんまり見ることってないと思うんですけどね。でもすごい見やすいですよ。イワナだ、イワナだ。いや、イワナいいな。無邪気で。いや、いいっすね。太いね。一発ヤマメばらして、岩陰のところで、もう一回やってみようかなと思って、岩の上側ですね、をちょっとえぐれてるところを探ったら出てきて、最初こう、スレでみたいなのでかかったんですけどもバレちゃって、で今度また同じところを何度も何度も流してたら食いましたね。これいけ、いった、元気だね。